ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。今日はどんな小話かしら？ブレゲ250周年記念エキシビション、時の引き出しの企画展に行ってきた話だ。剛さんのパクリじゃない？いやブレゲに興味があったから行ってきたんだ。嘘よ、ブレゲの話なんて今まで一度もしたことないわよ。そうだったかな？それに他の YouTuber さんも紹介しているわよ。自分のメモ代わりに残しておこうかと。無駄な電波を使ってんじゃないわよ。ごめんなさい。でも、マリー・アントワネットの懐中時計に興味があったのは本当なんだよ。そうなの？漫画家の細野藤彦先生の作品で、ギャラリーフェイクという作品があるんだけど、その中で登場したことがあるんだ。嘘じゃなかったのね。そのストーリーが面白くて記憶に残ってたんだよ。漫画も好きよね。他にもパテック・フィリップが登場したりした記憶もあるから時計好きの人なら楽しめる作品だよ。細野先生の作品なら私はグーグーガンモが好きよ。ガンモは可愛いな。じゃあ、今回はブレゲの話ね。行ったついでにロレックス正規店の並びも見てきたから、その様子についても後半で軽く話していくぜ。どうせ並びもなくカンコ鳥が鳴いてたんでしょ。それは後半まで言っちゃダメだろ。視聴者さんがチャンネルを変えちゃうわ。何かの間違いで行列ができてたかもしれないから、視聴者さんも後半まで楽しみに視聴しててください。もうフォローになってない気がするぜ。楽しみに視聴しててほしいぜ。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。このチャンネルに少しでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。もうすぐ目標のチャンネル登録者1000名様を達成できそうなところまで近づいてきました。いつも視聴していただいている皆様、本当にありがとうございます。今後も動画作成を続けていきたいと思っていますので、温かく応援していただけたら嬉しいです。ゆっくりしていってね。なんか背景が豪華じゃない？マリー・アントワネット妃に敬意を表さないとだろ。私は豪華な背景は大歓迎だわ。恥ずかしい話なんだけど、ブレゲのマリー・アントワネットが発見されたことも、復刻モデルが制作されていたことも知らなかったから、私にとっては衝撃だったぜ。ギャラリーフェイクでは説明されていなかったの？読んだ頃はまだ盗難されてから発見する前だったよ。マリサの頭の中では盗難されたままだったのね。発見された時は大きなニュースになってたと思うんだけど発見された記憶は忘れたのか覚えてなかったよ。それは興味が湧く気持ちもわかるわね。銀座の駅で電車を降りたんだけど、びっくりしたぜ。どうしたの？駅中がブレゲにジャックされていたんだ。どういうこと？駅が時の引き出しの広告で埋まっていたぜ。それはすごいわね。銀座駅じゃ広告費もすごいんじゃないの？私には想像もつかないよ。ブレゲの本気度が伝わってくるわよ。週末だったけど参加しているお客さんが多くて驚いたよ。ブレゲ大人気じゃない？来場者は女性の方が多かったな。このチャンネルとは大違いね。ベルサイユのバラとコラボした効果かもしれないな。私もベルサイユのバラは大好きでテレビで見てたわ。うちのチャンネルともコラボしてくれないかな？無理ね。最初にマリー・アントワネットとブレゲの関わりなど、スタッフさんが説明してくれたんだけど、話が上手で聞き入ってしまい、あっという間の20分だったな。イケメンさんじゃない、私も行けばよかった。一応、今日まで開催しているけど予約が埋まってないか、サイトで確認して予約できたら予約していった方がいいよ。私も予約できるか確認してみるわ。時計の歴史を200年早めたとか逸話は聞いてたけど、時計を作るために生まれてきた天才ということが分かったよ。そんなにすごい人だったの？時計界のレオナルド・ダ・ヴィンチって言葉が全然大げさじゃない天才時計技師だよ。いや、天才なんてレベルを超えちゃってるな。ベタ褒めね。ブレゲがいなかったら、時計は今と別なものになってたんじゃないかと思うほど現代でも発明が生きてるよ。そうなんだ。ついつい興奮してしまった。それでマリー・アントワネットを見た感想はどうだった？もうこの画像を見てもらえば言葉は必要ないと思うぜ。中が透けて見えるのね。ちなみにシースルーみたいなのもブレゲが最初らしいよ。ほんとなんでも発明しちゃった天才なのね。マリー・アントワネットの制作を依頼した時の逸話だけど、期限も費用も制限なしに、当時知られた複雑機構を、全て盛り込んだ時計を作ってほしいと依頼されたそうだ。スケールの大きな話が小さな時計に詰め込まれているのね。完成までに44年かかったと言われているんだ。依頼してたの忘れちゃったんじゃないの？マリー・アントワネットはフランス革命の際に処刑されてしまってこの世を去ってしまってたから、見ることはできなかったんだ。なんか悲しいお話ね。依頼者であるマリー・アントワネットがこの世を去ってからも、制作を続けたブレゲの気持ちはどんなだったかな。なんか涙が出てきたわ。
1983年にエルサレム美術館から盗まれた、ブレゲナンバー160マリー・アントワネットのレプリカが、今回展示されたブレゲナンバー1160だよ。レプリカなのね。レプリカといっても、完全なレプリカを執念で復刻したんだ。そうなんだ。ナンバー160は発見されないと思われてたからな。それが見つかったんだから、世界が驚いたでしょうね。しかも、ナンバー1160は2008年春にお披露目されたんだけど、その半年ぐらい前の2007年11月14日に、発見の速報が世界の報道機関で取り上げられたみたいだ。タイミングがすごいわね。そうなんだ。もう少し早く発見されていたら、ナンバー1160は制作されていなかったんじゃないかな。なんか私も見に行きたくなってきたわよ。こんな機会はめったにないから見た方がいいよ。他にも見どころはあるの？ナンバー1160マリー・アントワネットの時計ボックスは、ベルサイユ宮殿内プチトリアノン宮にあった多くの木を使用して制作したらしいぜ。何か関係がある木なの？マリー・アントワネットが大切にしていた木らしいんだけど、この木が2000年代前半頃に落雷にあって、切り落とされることになったみたいだ。タイミングがいいわね。プチトリアノン宮の修復事業に財政援助をしていた、ブレゲ社にこの木が提供され、それを使って制作したんだ。ボックスも素敵だしロマンもあるわね。他にも今年の新作なども展示されていたよ。どう？やっぱり素敵だったのかしら？剛さんが言ってた通り、私には恐れ多い気がしたよ。やっぱり格式が高い感じかしら？会場はそういう雰囲気ではなかったけどね。あと、時計はみんな良い時計をしている印象があったな。みんなブレゲしているのかしら？ブレゲのモデルに詳しくないからわからないんだけど、ドレスウォッチをしている人が多い印象は受けたかな。今回都合が悪くて見に行けなかった人は残念ね。10月25日から11月6日、ブレゲブティック銀座で、開催する予定があるみたいだからホームページを参照してほしいぜ。ニュースレターに登録しておくのもいいわね。さて、ここからはロレックス正規店の様子を話すぜ。なんか雰囲気が違わなくない？そうか、いつもと同じだけどな。今までが豪華だったからロレックスが安っぽく見えちゃうわ。お叱りが来る前に変更しよう。これならなんとか威厳が保てそうよ。よし、最初は歴史や銀座並木店だ。なんかいつもと順路が違って新鮮ね。今回は銀座スタートだったからな。逆になって道は間違えなかった？間違えるわけないよ。怪しい。きっと間違えたわね。それでお客さんは並んでいたの？雨も降っていたから並んでいる人はいなかったよ。店内の様子はどう？変質者と勘違いされるのも嫌だから、店内をじろじろ、見たわけじゃないけど混んでる印象は感じなかったな。そうなのね。この週末が終わると、制限中だった猛者たちが戻ってくるから、今週末はランナーさんが多いと思ってたんだけどな。ほとんどの人が希望モデルをすでに購入できたのかしら？そんなこともないと思うけどな。次はどっち？大丸東京へ先に行ってみたぜ。週末だから人も多そうね。ロレックスは10人ぐらい並んでたよ。おお、ロレックス大復活じゃない。久しぶりに並びを見た感じがしたよ。何時頃だったのかしら？14時半ぐらいだったと思うよ。これは高島やウォッチメゾンも期待できそうね。そう思うだろ？だって順路的にどっちかを先に行く感じでしょ？そうなんだけど、高島屋はお客さんゼロだったよ。何が起きちゃってるのよ？外から見ただけだから、店内まで見えていないけど、接客されているお客さんはいたんじゃないかな？店内がゼロだったら、本当にヤバいわよ。それはそうだな。三越にも行ったんでしょ？行ったけど三越も並びはゼロで、店内も一組ぐらいだったよ。大丸東京以外並びゼロじゃない。危うくパーフェクトを食らうところだったぜ。大して変わらないわよ。ごめんなさい。ロレックス一体どうしちゃったのかしら？こうなってくると制限明けのランナーさんはチャンスかもな。なんで？年明けの値上げ前に購入して制限に入ったランナーさんは、ベテランランナーさんなど店舗と信頼関係が構築できているランナーさんが多いと思うんだよ。だからチャンスなの？店舗側もこの状況だと大なり小なり不安はあると思うんだ。不安を抱かない方が怖いわよ。だから信頼できるランナーさんには出し渋りしないで提案する可能性もあると思うんだよな。そうかしら？早く購入してもらって制限明けたらまた購入してもらうには、購入できる期間を短くしないとダメだろ？確かに半年間マラソンして購入したとしたら、制限明けから次の制限明けまで1年かかっちゃうわね。すぐに購入してもらって制限入ってもらった方が、早く復帰して購入してもらえるからな。ロレックスも売り上げが落ちるのは困るわよね。それは間違いないぜ。と客さんは大事にするはずだよ。来週以降に変化があるか注目ね。そうだな。今回の時計の小話はいかがでしたか？今回の動画が面白かった、役に立ったという方がいましたら、
ぜひチャンネル登録&高評価、よろしくお願いいたします。動画の数も少しずつ増えてきましたので、まだ視聴していない動画がございましたら、もう一本視聴していただけますとすごく励みになります。動画の感想や購入報告もいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。